うるせえなと思ってますよ。大丈夫です。まだ大丈夫。まだか。まだか。危ねえ。はい、皆さんこんにちは。車の大支店カカカシノピーです。今回はこちら、じゃ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 ーん、マルチガレージにやってきました。その理由としては、ポリッシャー新しく買おうかなと思っていて、大きめのやつですね、この5インチと言われるタイプの大きめのやつ欲しいなと思っているんですが、どれがいいのかなと、とりあえず買ってみようで買っちゃってなんか失敗するのも嫌だなと思ったので、マナッチガレージさんのところに来て、どれがいいのか試して、最終的にどれを買うのかっていうのを決めていきたいなと思います。そしたらまずはマナッチさん的にどれがいいのか聞いてみますか。マナッチさんということでマナッチさんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は5インチ、僕この RSE1250 で両備のタイプ持ってるんですけど、広い面積長時間やってると疲れるっていうか、ちょっとかったるい。それはあるかもしれないです。あ、本当ですか。やっぱりオービット径が狭いので、オービットとは何でしょう。振れ幅ですね、ポリッシャー。それが大きい方が研磨力があるんですよ。ことはすぐ傷も抜けたりしますので。ちなみに3インチの方、ちっちゃい方、ゾタン、これいいですよね。めちゃめちゃ良かったです。で、これはもうこれでいいな。正直ルペスとかいらないなって僕は思ったんです。いや、そのぐらいポテンシャルありますね。そうですよね。この話はちょっと置いといて、もうこれはこれで3インチは十分だなと思って、けどこの3インチで全部なんかできないんですよ。もうちっちゃいから範囲が狭いってなるとやっぱ5インチ必要だなっていうことで、どれがいいのかなと思って持ってきてもらったのがとりあえず3つなんですけど、やっぱり選ぶにあたって、DIY で磨く方もいらっしゃると思うんですけど、一番のコスト価格だと思うんですよ。やっぱりいいものはいいんですよ。こちらルペスマーク3っていうのありますけど、お値段的にもう6万7万してしまうんですよ。 DIY でそこまでお金かけられないっていう方もいらっしゃるので、そういった方はということであと2本用意してますから、あとはその価格層の動きをするのか、ご自身にマッチするのかっていうのはやってみてと思います。金額に合わせて僕の腕がついてこれるのかもありますからね。それはあります。感じれるか感じないかもありますからね。ですね。フィーリングも大事だと思います。そうですね。それではちょっと実際に3本使わせてもらって。はい、大丈夫です。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。マナチさん、ちょっと車持ってきたんですけど、ちなみに状態どうですか。これ悪いっすね。悪いですか。またいいの見つけてきましたね。ありがとうございます。これどの辺が悪いですか。まず洗車傷はありますよね。なんか樹液みたいながもう固着してるのもありますし、全体的にくすんでる、俗に言うこのゴリゴリやるタイプですね。僕ゴリっちゃっていいですかこれ。ただ鈴木ですよね。少し塗装が柔らかいって言われてますので、その辺を注意して。なるほどですね。あんまゴリすぎないで焼き付いちゃったりします。なるほど。わかりました。そしたらまずは僕が普段使ってる RSE ちょっと使ってみていいですか。はい、どうぞ。こちらですね、両備の RSE1250、一旦ちょっと使ってみますね。クールでいいですね。いきます。やっぱ暴れるな。そうですね、表面が悪いですね、だいぶ。そうですね。なんかちゃんと回ってるのを見ながら、ブレが嫌だって人いますよね。嫌です、嫌です。なるほど、なるほど。やっぱりこのなんか重心なんですかね。汚れももちろんあると思うんですけど、すごい手に伝わるこのですね。で、なんか頭はヘッド重心なんで、ここに持ち手がやっぱ欲しいなって思ってるんですよ。片手でも扱えるんですけど、その分ちょっときますよね。そうですね。今も手ビリビリしてます。これが長時間やってるときついなっていう部分、認識は同じですか。あると思います。それではちょっと他の使ってみます。どっちからいきますか。高いのからいきますか。やっぱり一回やります。バックコンパウンドは一緒がいいですか。一緒がいいですね。ちなみに傷どんな感じですか。パッと見綺麗に見えます。少しちりみがね。そうですね。けど何もしないよりかは綺麗ですね。ちょっと行かせていただきます。これが何でしたっけ。ルペスのマーク3ですね。金額で言うと6万5千円から7万円。やっぱ違うわ。ちょっとでかいんですけど、こっちの方が絶対扱いやすい気がする。
はい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 。違うわ、違いますわ。そのものの重みもあるので、はい、変に重さを入れなくてもいいので楽なんですよね。そうさせるだけ気をつければいいので。ちょっと前にそういう動画やったじゃないですか。どういう違いがあるのかみたいな使わせてもらって、僕のチャンネルでやった時、もうなんかなんか違うなみたいなこと言ってたじゃないですか。今日僕これまでの間に RSE まあまあ使い込んできたんですよ。さらに分かります。うわー、すげえ。今の切れも早いですよね。早いですね。あーマジだ。確かにコンパウンドの切れ全然違いますね。ああ、いいな。はい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 。これは違いますわ。やっぱり安定感が違います。さっきまでやっぱってなってたのが、なんていうんですか、やっぱ重みもあるからなのか、勝手に動いてくれるではないですけど、やっぱ全重量は重いんですけど、今日押し込みもしないし、やっぱり全体のバランス考えられてますよね。この値段するだけのことはあるな長時間使っても疲れない。あとでちょっと縦の面もやってみたいですね。はい、そうですよね。じゃあちょっともう一個の方いきますか。あ、違うわ。思ったのが、こう傷を見た感じ、やっぱキレがルペスの方が良かったんですよね。で RSE の方が結構コンパウンドが残ってるな、切れるのが遅いなっていう感じがあったんです。その分じっくりやったからか、若干やっぱ RSE の方が今取れてる感じするんですけど、これちり目が小さいんですよ、はい、振れ幅が小さいので、こっちはちり目が大きいんですよ、傷を置き換えてるので傷がまだ残ってるようには見えてしまう。ああ、なるほど、そういうことですね。追い込みたい時はやっぱりいいものでどんどん追ってくるので、どうしても傷が最初はあるように見えてしまう。じゃあもうそれも仕方ないこと仕方ないです。じゃあ状態的にはこのルペスのこのまだちょっと傷がある感じの方が正解なんですか。まあ追い込みたい場合は、じゃあこれぐらいで収めたいなっていう場合は RSE の方が。そうです、開放的でもワックスでも塗れば多分わからない。そうですよね。パッと見はこっちの方が綺麗に見えますよね。あ、そういう差もあるんですね。これは洗車傷っていうかバフでついたちり目とか。続いてこちらディテールベースさんところの、おそらく言っていいかわかんないですけど、ノートゥルフというところのポリッシャーを OEM で日本仕様にしたダブルアクションのポリッシャーです。言っていいかわかんないこと言っちゃいましたね。で金額で言うと2万5000前後。ちょっと手が出やすくなりましたね、一気に。正直ルペスの 6万5000円でしたっけ。ちょっときついっす。ですよね。でそこにこの差を感じれなかったら2万5000円にやっぱ手出したくなるなっていう部分もあるので、ここ重要ですね。これはプロでもはいサブ機としてメインはルペスを持っとくんだけども、壊れた時とか今日はバーッと仕上げたいよとか、はいそう乱暴に扱いたい時って言い方あれですけど、はいにこういうの使ったり。一回行ってみます。素人でも分かるのか。遅いな。あ、なるほどね。はい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 。おお、回ってないですよ。なるほどね。ちょっと振動増しましたね。回ってないのに気づきました。あれ、怒られると。怒らないですね。あと、まあ、この厚み、先ほどのマーク3は私アルミパッドに変えてるので重心が少し下だったんですよ、ボディに近いのでバランスが良かったんですけど、ちょっと上がったんでその差はあるかもしれないです。伝わりにくいとかもあるんですか。そうですね、力が伝わりにくいのもありますし、バランスが取りにくくなるのはもうしょうがないです。これが仮に薄ければまた違った。あ、そういうことですね。差はありますね。わかりました。ちょっと今一旦ちょっともう一機種いきましょう。そしたら最後一番気になっていたこちらがアストロプロダクツさんから出てるダブルアクションポリッシャーですね。金額が1万5000円でした、僕が買った時は。1万5000円、はい、さっきの2万5000円、6万5000円、そう考えるとめちゃんと安いです。そうですね、3分の1とかですよね。かんのかな。
使いやすい。あら、なんか安定してましたね、動かし方が。安定してます。ちょっと変えてあげてみても面白いですよね。傷を抜くなら多分5とか6近くまで5にします。なんかさっきのリティールベースよりかは振動は来づらい。で僕がなんか一番気にしてるのはその振動の部分っていうか、コロルってやるともうほんと手がしびれちゃうんですよ。それがなかったら変な話長時間やってられるのになっていう。だから傷抜きが遅くても長時間できるやつを選びたいぐらい。それぐらいこれが疲れる。あ、もうこれだわ。これ買います。これ僕も動画でレビューしたんですけど、これいいっていう方多かったですね。あ、本当ですか。本当はストロさんなんかくれないかな。くれないな。くれないですね。くれないかなって言ってるうちはくれないです。そうですね。傷もいい感じで、いい感じに抜けてます。まあ若干はもちろんルペスに比べるとプルプル感若干あるんですけど、やっぱ両備に比べれば全然これがいいです。値段が1万5000円でも全然いい。 RSE1 万ぐらいでしたっけ、はい、プラス5000円。これちょっと使い込んでみていいですか。全然、はい、やってみましょう。はい、これマナッチさんにお聞きしたいんですけど、はい、予算10万だとしてコンパウンド、バフとかいろいろ揃えないといけないじゃないですか。はい、そうなった時に5インチのポリッシャーは何選びますか。マーク3ですね。マーク3。やっぱり、まあ、仕事としてやってるっていう面もありますし、初期研磨からその仕上げまで、はい、でオールマイティいろんな車に対応するという意味では、はい、マーク3かな。じゃあ予算8万円にしました。バフもコンパウンドもですよね。そうです。8万円か。そしたらやっぱ下げますね。バフとコンパウンドの方が種類があったら多く、はい、マッチングで選びますんで、仕方なくポリチャーのランクは下げると思います。何にしますか。そしたら一気に下げるかな。そんなに変わらないとしたらアストロはでもいいなと思いますよ。おお。結局マシンの性能はビビたるものなんですよ、はい、そのビビたるものがまあ大切なんですけど、はい、それ以外にそのマッチング、バフとコンパウンドの数がないと勝負にならないので、私の場合はそういう組み合わせになるかもしれないです。面白い。ありがとうございます。です。 TJ です。こんにちは。めっちゃ緊張してる。マナチさんのスタッフさんです。はい、TJ に質問をいいですか。はい、3インチのポリッシャーを買うとしたら、はい、何を買いますか。ゾータです。え3インチですよね。3インチ。はい。なんかルペスとかあるじゃん。ルペスはそうですね。ゾータでいいかなっていう。あ、そうなんだ。僕もなんか使いやすいなとは思ってたんだけど、それやっぱ普段磨いてる方からしても、はい、結構十分になれる。十分ですね。参考になる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。使いやすい、動かしやすい。はい、うまいですよ。だいぶ腕上げましたね。本当研磨ってやればやるほどなので、はい、けど、なんかちょっと前までだったらちょっと見てもらってもいいですか。はい、ちょっと前の僕、はい、今やります。こういう感じです。はい、今の僕。こんな感じです。はい、どうですか。ちゃんとコンパウンド切ってますね。切ってます。はい。あとなんかこのなんていうの、直径分こう動かしちゃうと意外に端の方しっかり当たってないなって思って、半分の1とか半分までいかないですけど、ちょっと重ねるようにしようかな。だいぶ磨きながらボディの状態を見てますよね。見ないと。はい。均等に。目で見ないと。そうです。ありがとうございます。マラチさん。はい。見てやるもんですから。了解です。いやもうマラチさんのおかげです。やればやるほどなんかやっぱ見ないと分かんないですし、そうですね、見てるとここやっぱ端の方意外に磨けてない。前思ったのがプレスラインのところ、はい、こうピーってこう磨いた時に例えばこういう風に白くなってるじゃないですか。はい、これもうまたいでても NG なんだなって思ってたんですよ僕。
けどこれはまあ角度的にこっちの面にあっても別にここはもう大して磨けてないんです。そうですね、触ってる程度。触ってる程度で気にするほどでもないんだっていうのが、まあ、実際目で見るとやっぱ磨けてないなと思うんで、なんか動画上ではね、うわ当たってんじゃんみたいに。そうなんです。プレスラインまたがない方がいいよってよく言われたりするんですけど、そうじゃないですね。角度がしっかり当たってれば、こう例えば もちろん斜めに当たってたらよくないですけど、しっかりこっちの面に当たってこれが触ってる程度だったら、それはもうコンパウンドで触ってるだけだから、だから安心してください。ちょっと引き続きやっていきます。ちょっとむずいですね。熱の入れ方が難しい。むずいですね。これは早すぎるんですか？スライドがですか？はい。いや、そういうわけじゃないですね。表現しにくいんですけどね。これ空気の入れ方ですね。熱が上がっちゃうんです。はいはい。空気うまく入れながら磨いていくのがいいです。っていうのはこの押し付ける押し付けないみたいな。そうですそうです。返しの時にちょっとどつくから空気入れたりとか。こうやってる時にちょっと上げながら返す。はい。ああ、なるほどね。ちょっと置いてからまた戻ると。ああ、そういうことですね。RSE だと逆に振れ幅が少ないので熱が上がりにくかったりするんで、はい、そのままずっとやってもなるほどなるほど。他の機材もちょっといいですか？はい。これは何ですか？熱がかかりにくいんじゃないですかね。力のそうです、高さがあるんで、コンパウンドに対してそのポリッシャーの熱の上がり方が緩やかなものじゃないです。スッといってる感じですもんね。けどやっぱ振動はこっちの方が下がる。スポンジでもやっぱ違いますかね。ビリビリきます。ああ、面白い。ああ、なんとなく分かりました。僕の中で使いました。使いました。まあ、どれ買うかもある程度決めました。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこの5インチのポリッシャー何買おうかなと迷っていて、マルチさんのガレージご利用させていただきました。でもこういう使い方もありですよね。全然あれです。業者さんも意外とこういう使い方する方多いですから、1時間だけ来てバーっていろんなもの使って、じゃあこれ買ってきますっていう人が。なるほど。だからまあ皆さんもポリッシャー悩んでる方は一回ちょっと使いに来てもらうっていうのも全然ありですね。OK なんですよね。全然マルチさん的にも全然 OK です。1時間でも2時間でも、それこそ持ってるポリッシャー、バフ、マッチングそれぞれ違うじゃないですか。相性も違うと思うので、それにはやっぱり手に取って使ってみるしかないと思いますからね。そうですよね。良かったです、非常に。で、結局どれなんだいっていう話なんですけど、そうですね。まあ今回6万5千円、2万5千円、1万5千円、3つの価格帯の似たような横型のポリッシャー使ってみました。で、僕が買うとしたら理想はやっぱルペスめちゃ良かったです。これはもう全然もうどれと比べてもその振動と安定性が手にドゥルルってこう伝わらないのが疲れない。これがもうどれよりももうやっぱ優れて6万5千円の価値あるなと思ったんですけどやっぱきちい正直きちいですね、はい、ってなった時にこの2万5千円と1万5千円の差は僕はそんな大きく感じられなかった。両方ともある程度振動は感じられたし、こっちの方がいいなっていうのは感じられなかったので、僕はアストロかな。でしかもこのリテルベースさんのこのスイッチの部分が僕はちょっと硬いなと思ったんです。反発が結構あるなと思って、ちょっと好みあるかもですね。そうですね。あと出だしがちょっと遅いのと、個人的には1回止まった時にまた動き出しがちょっと慣れてないっていうのもあったので、そういった意味で、1万5千円の方を選ぶこれとゾタンでちょっと使い分けていきたい。だけどまだ5インチまだ全然慣れないです。そうですか。どうでした？やっぱ3インチと比べて、それは感じましたね。3インチ手慣れてるなっていう感じはあったんですけど、ちょっと久々なんでしょうね。おおっていう感じは。特に側面やっぱり難しいですからね。めちゃんこ難しかったです。けどこれも使わないと、慣れていかないとっていうところですよね。そうなんです。さっきちょっと前場所をわざと5インチでやったりとかしましたね。ああやっていろんな角度いろんなところを磨いてみないと慣れないのはありますね。なので皆さんにもねいろいろチャレンジしてもらいたいなと思うのと、5インチ横型欲しいなっていう方は僕個人的には
アストロプロダクツ。マルチさん的にどうですか？いや僕もやっぱりこのアストロさんって結構全国にお店あるじゃないですか。何かあったらすぐ飛び込んで直してもらえたりもするし、お話も聞いてもらえると思うし、使いやすさ、あと保証もついてるしっていう面ではいいのかなと。金額的にお安いです。 DIY で磨くなら全然いいかなと。お値段いいです。はい、 DIY で磨くならそれやめてくこださい。れすごい気になるんですけどDIY をバカにしてるわけではないですよね。もちろん毎日磨くわけじゃないじゃないですか、まあ週末とか。だからそれこそさっき言ったみたいに毎日磨くずっとやるんだったらこっちの方が疲れないよとか、そういう話もあるってことですよね。そういうことです。あと力強さもこっちの方があるし、とか毎日使ったらもしかしたら消耗どっかが悪くなるかもしれないんですよね。耐久性というところも含めて言うとそれは分かんないことを言うのやめてもらっていいですか？言ってませんでけどまあ僕一番気になってるのはやっぱ振動とかそこ手の疲れる部分なので、まあそういったところにかなりルペスは影響していきますよっていうところですね。そうです。なのでまあお金持ってる方はルペス。そうですね。あんまりでも一般の方にルペス買われちゃうと、はい、業者とのこの垣根がなくなるというか、いいことじゃない。まあいいことなんですけど、あとはこれ使いこなすここですよね。まあまあそうですよね。上げていかなきゃいけない。シノピーさんが見ても分かりましたもんね、使ってみ全るとね。然違いました。その違いぐらいやっぱりあるっていうのは確かに。まあやっぱ6万5千の価値はあるなとは僕は思いました。なのでまあ本当お金にゆとりある方はルペスでもいいと思うし、まあちょっとなっていう方はアストロプロダクツでもいいのかな。だからここの差は大きいけど、この間は僕はそんな大きな差は感じられなかったから、下に下げちゃっていいのかなとは思います。まあマルチさんのところそういう使い方もできるので、ぜひ利用してみてください。はい、ぜひぜひお願いします。はい。ということでまあ今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。